分です。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、毎日のお買い物に大活躍のエコバッグです。レジ袋型でマチ付きのエコバッグになっています。レジ袋が有料化してエコバッグは節約のためにも一つは持っておきたいアイテムとなりましたよね。今回のエコバッグはこのようにパッチワークしていまして、アイロンフロッキーシートで可愛く飾り付けもしています。せっかく持ち歩くエコバッグ、自分好みのお気に入りのエコバッグを持ち歩きたいですよね。ぜひ参考に作ってみてください。それではエコバッグの材料を紹介します。本体と持ち手の表地にはドット柄の刺繍がされたコットンリネンを使用します。そして今回は表地の部分をパッチワークしようと思いますので、パッチワーク部分に英字がこのようにデザインされたコットンリネンを使用します。そして本体部分と持ち手部分の裏地にはストライプ地のコットンを使用します。そしてアイロン転写できるフロッキーシートで今回は飾り付けをしようと思います。飾り付けはお好みでどうぞ。それではエコバッグの本体部分の表地の型を描いて裁断していきます。まずこちらの表地を裏面を上に向けてこのように置いて、縦42センチ、横48センチチャコペンで型を描きます。このように型が描けましたら裁断します。続きまして本体の表地のパッチワーク部分の方の生地を裁断していきます。縦42センチ、横20センチを2枚型描きまして裁断します。型かけましたら裁断します。縦42センチ、横20センチが2枚と、縦42センチ、横48センチが1枚。こちらが本体の表地部分になります。続きまして持ち手部分の表地の方も型を描いて裁断します。こちらも持ち手部分は縦34センチ、横12センチを2枚型を描きまして裁断します。型が描けましたら裁断します。持ち手の表地が縦34センチ、横12センチが2枚できました。それでは本体のパッチワーク部分の中央の部分の型を描いて裁断していきます。今回はこのようなデザインがされているこちらの部分を使用しようと思います。縦42センチ、横12センチ型を描いてください。型が描けましたら裁断します。縦42センチ、横12センチでカットできました。続きまして裏地の型を描いていきます。裏地の表側を下に向けて置いてください。そして本体部分の裏地部分は縦42センチ、横48センチを2枚型を描きます。型が描けましたら立ちはさみで裁断します。本体部分の裏地が2枚裁断できました。続きまして持ち手部分の裏地を2枚縦34センチ、横12センチ型を描いてカットしていきます。
型が書けましたら裁断します。持ち手の裏地部分が用意できました。それでは表地の本体のパッチワーク部分を縫い合わせていきます。この左側の方とこちらの真ん中のこのエージプリントの生地を中表に合わせて待ち針で留めます。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫っておきます。それでは縫い代1センチで縫っていきます。始まりは返し縫いでスタートしてください。終わりも返し縫いしてください。こんな感じですね。このように縫えましたら、続いて右側の方も縫い合わせていきます。このように中表に合わせて待ち針で留めます。待ち針で留めましたら、縫い代1センチでこちら縫っておきます。縫い代1センチで縫い合わせていきます。始まりは返し縫いしてください。こんな感じで3枚縫い合わさりました。縫い合わせた生地の縫い代のところをアイロンできれいに割っていきます。それでは持ち手を作っていきます。持ち手の表地と裏地ですね。そしてそれぞれ中表に合わせて、そして待ち針で留めまして、両端縫い代1センチで縫います。このように2枚中表に持ち手を待ち針で留めましたら、両端を縫い代1センチで縫っていきます。では縫い代1センチで両端縫っていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。こんな感じで2本持ち手を縫い代1センチで縫いました。では持ち手を表に返します。表に返せましたらアイロンできれいに形を整えていきます。こんな感じですね。それでは持ち手のアイロンがけが終わりましたら、両端 2,3mm のところをステッチしていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。こんな感じです。それでは本体の端から2センチのところに持ち手を中表に留めていきます。端から2センチのところですねにこちら持ち手の端が来るようにしていただきまして、待ち針で留めておきます。そしてそちらに裏地を中表にして、こちらの方が裏面です。中表に合わせてこちらも留めます。こちら先ほどのパッチワークのところの縫い代はきちんと割っているように気をつけてください。で待ち針で留め終わりましたら、上縫い代1センチで縫います。それでは縫い代1センチで縫っていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。こんな感じです。それではこちらまた本体のこちらが表面の方ですね。こちら裏ですね。こちらに端2センチのところにこちら先ほど作ったこの持ち手のところを合わせていきます。また持ち手の表地の方はこのように中表にします。そして端から2センチの位置に持ち手を留めます。
このように待ち針で留めてください。反対も同様に2センチのところに持ち手を留めます。そして裏地のこちらが表面なんですけれども、裏地を中表に合わせて待ち針で留めます。このように待ち針で留めましたら、縫い代1センチで縫っていきます。それでは縫い代1センチで縫っていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。こんな感じですね。それではこのような感じで持ち手がついていますので、表地と表地を中表に合わせてこんな感じですね。この時持ち手のところはもうこのように折っておいていただいて、端のところを待ち針で留めていきます。裏地の方も裏地と裏地の方をこのように中表に合わせていただきまして、待ち針で留めておきます。こちらの袋口ですね、口のところは縫い代のところを裏地側の方に折っていただきまして、待ち針でこちらずれないように留めておきます。反対の方も同様に待ち針で端を留めます。こんな感じですね。そうしましたら両端縫い代1センチで縫っていきます。先ほど待ち針で留めたところを縫い代1センチで縫っていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。反対も縫い代1センチで縫っていきます。それでは両端が縫い終わりましたら表に返します。このような感じで持ち手がついています。そうしましたら裏地の方に表地を入れます。入れましたら底の部分を裏地、そして表地、この裏地、この4枚の底の部分を待ち針で留めます。この時端の縫い代のところ2つに割って合わせて留めておいてください。このように底がちょうど合うような感じで待ち針で留めていきます。こんな感じですね。待ち針で留めましたら端のところ5ミリから8ミリのところを縫っていきます。それでは5ミリから8ミリで縫っていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。こんな感じですね。底を5ミリから8ミリの幅でこのように縫い終わりましたら6センチ折ってください。このように6センチ折りましたら待ち針で留めておきます。反対の方も6センチで折ります。6センチで折りましたら待ち針で留めておきます。このように6センチ折りましたらこちらの上のところ、先ほどミシン縫ったところの上を縫っておきます。それではこちら先ほど6センチ折ったところの縫っているところの上をちょうど縫っていきます。始まりと終わりは返し縫いしてください。もう一方も縫っておきます。こんな感じですね。そこを縫い終わりましたら表に返します。に返せましたら底のところ待ち針で留めておいて縫い代1センチで縫います。縫い代1センチで縫います。
始まりと終わりは返し縫いしてください。こんな感じです。それでは袋口をアイロンできれいに整えていきます。アイロンでこのように整えましたら、袋の口を一周ステッチしておきます。先ほどアイロンかけました袋口のところ、こちら 2,3mm の位置をステッチしていきます。袋の脇から縫うのはスタートします。こんな感じですね。それでは持ち手の中央のところにステッチを入れていきます。持ち手を半分に折っていただきまして、待ち針で留めておきます。ちょうど半分になるところ、こちらに折って線をつけまして、そちらに目印の待ち針を刺しておきます。ここを縫います。もう片方も同様に半分に折って待ち針で中央の線の目印をつけておいてください。持ち手の中央のところをミシンかけておきます。それでは持ち手の中央にミシン掛けしておきます。こんな感じです。始まりと終わりは返し縫いしてください。片方も縫います。こんな感じです。これでエコバッグ自体は完成したんですけれども、今回はせっかくなのでアイロン接着できるフロッキーシートでエコバッグを飾り付けしたいと思います。今回はこちらのエッフェル塔のデザインされたフロッキーシートをこちらに貼っていきます。このように貼りたい面をカットしてください。今回はこの辺の位置につけようと思います。フロッキーシートはだいたいアイロンで20秒ほど押さえて熱が冷めるまで待ちます。熱が冷めましたのでフロッキーシートを剥がします。こんな感じでフロッキーシートで飾り付けしました。エコバッグが完成しました。こんな感じです。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。